こんにちは、治療院 C の宮近です。今日はですね、前回に引き続き、根深くてカッチカチなコリをほぐす方法、考え方、このね、話をしていこうと思います。で、このね、ほぐし方、考え方っていうのは3つあります。1つ目は筋肉とか、靭帯、筋膜の骨に付着しているところが癒着状態になっている。これがコリの原因なので、この癒着を狙うよねっていうのが1つ目。で、二つ目が、深層のね、深いところの筋膜だったり、あとは筋肉の中のこの筋繊維ね、筋繊維の、覆ってる膜、この二つの膜の癒着しているところがコリを発生しているので、この膜の癒着を狙うよねっていうのが二つ目。で、三つ目なんですけど、錆びついてしまった。この錆びついてしまったこの関節の可動域の連動性を取り戻すことが、根深くてカチカチなコリを、改善する、ほぐす方法だよっていうことです。で、このね、3つのうち、1つ目と2つ目、この2つは前回の動画で説明してますので、そちらの方ぜひご覧ください。で、今日はですね、この3つ目の関節のね、錆びついてしまった関節の連動性を取り戻すことが、根深くてね、根深くてカッチカチなコリをほぐす方法だよっていう話をしていこうと思います。で、これね、ポイントはね、前も言いましたけど、根深くてカチカチね、もうね、もうすんごいもう板みたいなカチカチなコリ、これをほぐす方法として、この錆びついた関節の連動性を取り戻すことって話です。というわけで、3つ目のこのね、関節の連動性の話をしていこうと思いますけど、で、わかりやすくね、ちょっと例えながら話をしていこうと思います。筋肉はとてもみずみずしくて、血行が行き届いたような筋肉だったとします。だからもう凝り知らず、全然凝り知らずの筋肉だったとします。だけど、この筋肉はみずみずしいんだけど、このね、関節の可動域が本来ならこれぐらい動くはずなのに、50% しか動かなかった。関節が 50% しか動けないような状態だったとします。そうすると、この筋肉はどうなるかというと、この筋肉も 50% しか収縮できないんですよ。なぜかというと、筋肉っていうのは骨が動く量だけ収縮するわけですよね。で、その骨を動かす役割が関節ですよね。だから関節が 50% しか動かないっていうことは、骨も本来の 50% しか動かない。結果、筋肉は 50% しか収縮しなくて済んでしまうってことです。で、そんな状態が起こるとどういう状態になるかっていうと、筋肉が収縮して押し出す力も、弱いので血行が悪くなる。プラスリンパの流れも悪くなる。そうすると、もともとみずみずしい筋肉のはずなのに、動かせないがために、この筋肉も固まっちゃうし、この周りの組織ね、筋膜だとか、そういった組織も、固まって癒着を起こしてしまう。結果、体が凝ってしまったっていう状態が起こります。つまり、関節が動かないから、体が凝ってしまったっていうことです。で、これは筋肉とか筋膜とかをほぐしても改善はしません。もちろんね、そのほぐした瞬間は、ほぐれてるかもしれない。だけど、根本的な原因は関節が動かないせいで筋肉が収縮できないわけなんですよ。固まっちゃうわけなんです。だから、この筋肉とかをほぐすんじゃなくて、この関節が動けるようにしてあげないと根本的には、凝りがない状態、凝りがほぐれた状態にならないっていうことになります。ちなみになんですけど、現代社会で一番この関節の可動域で錆びつきやすい動きって何かっていうと、こういうね、直線的なね、こう曲げ伸ばしじゃないんですよ。このねじるっていう動き、このねじるっていう動きが一番錆びつきやすいです。なぜかというと、今ね、このねじるっていうような動きをしなくても、ほぼね、生活できちゃうんですよ。ねじる動きがめちゃくちゃ錆びついています。あとですね、もう一つ、この関節の可動域の話で大事なことがあります。
で、それは何かっていうと、このね、一つの関節の可動域のこの錆びつき具合だけを見ても、あまり意味がないっていうことなんです。2つとか3つ以上、複数の関節の可動域、この一緒に動かした時の関節の可動域のスムーズさを見なければいけないっていうことです。なぜかというと、人間がね、行動すること、例えば座るなり、あとはね、歩くなり、あとはパソコンでこういうね、姿勢を取るなり、こういう行動すべて、一つの関節だけで動いているということはまずないんです。必ず2個以上の関節が、一緒に連続して動くことになるわけなんで、だから2つ以上の関節が、連動して動いた時の関節の可動域、錆びつき加減を見て改善してあげることが大事になります。これをですね、関節の連動性という言い方をします。だから、このね、一つの関節がめちゃくちゃ可動域がね、良かったとしても、他の関節が動かなかったら、必ずね、このね、アンバランスが生まれるわけですよ。そうすると、このね、どこかしらの筋肉とか靭帯とか関節に負担が来るわけ。なので、大事なのは、一個だけの動きがいいだけじゃなくて、連動して動けるかどうか。連動させた時に、どれだけ錆びつかずにスムーズに動けるかっていうのを見て、そしてそういう関節の可動域の改善をするようなアプローチをしてあげることが大事になります。で、そこで僕はですね、その関節の連動性を取り戻す方法として、3D ストレッチっていうものを開発しました。で、これはですね、ストレッチっていう風に言ってますけど、筋肉をね、皆さんがね、想像しているような筋肉を伸ばすようなストレッチではないです。この関節の可動域を取り戻すストレッチです。しかも、先ほど言ったような複数の関節の連動性の、改善を取り戻すストレッチってなってます。つまり、筋肉のストレッチじゃなくて、関節のストレッチです。で、この 3D ストレッチをすることで、先ほど言った連動性が取り戻せるので、凝らない体作りができます。で、こういうね、関節をアプローチするっていうのは、なかなかほぐしのね、施術者には、なかなか初耳だったと思うんですよ。そんな関節をアプローチするっていう方法なんて、なかなかね、なかったと思います。でも、関節の可動域の悪さから来るコリや張りは、関節をね、ほぐさないと、改善しません。だからね、ぜひね、この錆びついてしまった関節をほぐすっていう、方法を取り入れながら、ほぐしも入れてあげると、より、お客様からも喜ばれる施術ができるんじゃないでしょうか。あとは、治療家って言われる方、鍼灸師も合わせていろいろな生態知識を踏まえて、治療をね、取り入れてる方も、この関節の連動性はとてもね、大事な発想です。この関節の連動性が原因で起こっている痛みとかもたくさんあります。なので、そういう治療の分野にもとても取り入れられる、考え方になりますので、ぜひね、この3つ目のこの錆びついてしまった関節の連動性を取り戻すっていう考え方を元にして、いろいろね、施術をしてみてください。というわけで、前編と後編に分けましたけど、根深くてカチカチ、もうね、板みたいな凝り、もうすごくそんなね、凝りがほぐせなくて悩んでいる方、この考え方をもとに、この施術をね、やってみてください。では、今日はこれで終わろうと思います。ありがとうございました。